外国人ジャーナリストが世界に伝えたい日本のすごいところベスト50。第10位、日本伝統の衣服。その模様がね、いいよね。色鮮やかですよね。本当に綺麗な服です。日本人の体に合わせる服ですね。第10位、綺麗で色鮮やかな服とは着物。外国人ジャーナリストたちが着目したポイントは色鮮やかな美しさ。特に日本の伝統文化に深い関心を持つアメリカ人ジャーナリストのホリーさんは、着物の関係の職人がすごいと思います。染め物とか見ると信じられませんです。すごいです。一体染め物のどこがすごいのか、フランスへ飛んでみると、こちらはパリにある世界的にも有名なゴブラン織りのアトリエ。衣服やタペストリーなどに描かれる模様に伝統技術が生かされています。織物職人は頭上にあるサンプルを見ながら数十種類の毛糸を櫛と呼ばれる器具を使いながら織り固めていきます。このようにあらかじめ染色された毛糸を織る織物の技術がヨーロッパでは発達しており、生地に直接美しく染色する技術は極めて難しいとされていたようですが、日本では江戸時代に発明された友禅染めの染色技術が発展、今も脈々と受け継がれています。ではホリーさん、日本の染色技術をご覧ください。京都市伏見にある着物の製造・販売を行う岡山工芸。ニューヨークで個展を開くなど友禅染めの魅力を世界に伝えてきた国内初の女性伝統工芸士岡山さんが解説します。京友禅っていうのはいろんな工程がありまして、それぞれに職人さんが集まって力を合わせて一つの着物を作ります。友禅染めの製造工程はこちらの7つ。各工程に高い技術が求められるため、それぞれを専門の職人が行う分業制で作ります。今回はしだれ桜という天の川に浮かぶしだれ桜を描いた一反およそ130万円の着物を作ります。まずはこちらのしだれ桜を染色するための下準備。友禅染めはいくつもの染料を使うのですが、それが混ざらないようある工夫を施しており、そこが友禅染め最大の特徴になります。のり糸目があって、
その糸目で防波堤になって隣に滲んでいかない、そういうのをうまく利用してこんな繊細な柄ができるんです。この作業はのり置きと呼ばれ、下書きしたラインに沿って1本ずつ正確になぞります。こののり置き作業をすることでのりが防波堤の役割を果たし、異なる染料を使っても混ざることがないのです。続いてはこちらの天の川をきれいにぼかし、生地全体を染める地染めと呼ばれる工程。地染め職人の古生さんです。仕上げとなるしだれ桜以外の部分をハケで染め上げていきます。まず霧を丁寧に拭いて、それから色をのせていってぼかす。その霧の吹き具合で焦げ方が変わってくるんですよね。霧を吹きかけ、生地に水分を含ませることでその部分をぼかすという技法を駆使しながら生地全体を染め上げたら、いよいよしだれ桜の染色作業。最も職人技が必要となる工程です。やっぱりどういうんですか、合わせ方ですね。色をよく知ってるっていうことが大事ですし、どんな色を出してもこう深みがあって、そして味が出せてる色だけはもう限りがない、無限っていうかはい。友禅染めの命とも言われるのが色作り。こちらの工房で色作りを担って39年のベテラン合田さんが実演解説します。ちょっと時間がかかります。何種類ぐらいあるんですか？そうですね、万ぐらいあるかもしれないですね。こちらは合田さんがこれまで約20年かけて記録した色見本。同じ色は一つとしてなく、その種類は10万色にも及びます。岡山工芸が作る着物には1万6000種類もの絵柄があり、伝統を守るためすべて絵柄ごとに一つ一つ厳密に色が決められており、今回の着物しだれ桜はこちらの色を再現する必要があるのです。やはり深みのある色っていうのがやはり難しいですね。結構こう2色ぐらいで混ぜ合わせると結構浅い色になってしまうので、そこにどうやって他の色を足して深みを出すか。
こういう形で作っていきますね。しだれ桜の色が出来上がりました。今回はやはり青みの赤なので、青みの赤とでそれにちょっと深みを出すためにこういう茶色を入れました。でそこでやはりもうちょっとこう渋くしたいということで紫とかこういう足して色深みを出しました。こうして色が決まると色付けする彩色職人に染料が渡り色をさしていきます。その後専用の蒸し器に入れて蒸すことで染料を繊維の奥まで浸透させ発色を良くしたら生地に残った余分な染料を洗い流します。そして最後の仕上げ、金銀を生地にのせる金彩職人が銀箔化粧を施したら何種類もの染料を使った色鮮やかな着物の完成です。完成した友禅染めの着物をフランスのゴブラン織りの職人たちに見てもらいました。染色の繊細さは織物では難しいですね。セコが